不滅の信仰、空海は今も生きている。高野山の奥深く、1200年続く祈りの地。和歌山県の標高約800メートルの山上に広がる仏教の聖地、高野山。その最も神聖な場所である奥の院には、1200年近くにわたり、人々の間で固く信じられてきた驚くべき伝説が存在します。日本仏教界の巨人であり、真言宗の開祖である弘法大師、空海は、この地で亡くなったのではなく、今も生き続けているというのです。これは入定と呼ばれる究極の瞑想状態であり、空海は結跏趺坐を組んだまま、現在も世界の平和と人々の救済のために祈りを捧げているとされています。科学的な常識を超えたこの信仰は、単なる昔話ではなく、現代でも高野山において厳格に守られている日常の光景です。今回は、空海がなぜこの決断を下したのか、その歴史的背景や奇跡のエピソード、そして今も続けられている神秘的な儀式の裏側に迫ります。天才空海の歩みと密教の最高到達点。四国の讃岐の国に生まれた空海は、幼少期から天才としての頭角を現し、当時のエリートコースであった大学を飛び出して山林での修行に身を投じました。室戸岬の洞窟で修行を重ねた際、口の中に明星が飛び込み、宇宙と自分が一体になる神秘体験をしたという伝説は有名です。その後、命がけの航海を経て唐へと渡った彼は、当時の最高峰の仏教である密教をわずか数ヶ月という異例の速さで創唱し、日本へと持ち帰りました。帰国後は高野山を改装して真言密教の根本道場とし、祈祷や社会事業を通じて多くの人々を救い続けます。密教の教えにおいて、私たちの肉体は単なる物質ではなく、宇宙の真理そのものである大日如来と一体になれる可能性を秘めたものです。この即身成仏という思想こそが、後に語られる入定伝説の強固な土台となっていきました。承和2年の運命の日、入定という究極の選択。時が流れ、自らの肉体の限界を察した空海は、弟子たちを集めて重大な宣言を行います。それは、私はこれより高野山の奥深くに入り、未来永劫にわたって人々を見守るという入定への誓いでした。承和2年、西暦835年3月21日、62歳を迎えた空海は、自ら築いた高野山の洞窟へと入り、静かに目を閉じます。呼吸を極限まで遅くし、心臓の鼓動を止め、精神を宇宙の真理と同化させるその姿は、周囲の弟子たちには死ではなく、永遠の瞑想に入ったように映りました。肉体は滅びることなく、そのままの姿で維持されると信じられ、弟子たちは洞窟の入り口を固く閉ざします。これ以降、空海は歴史の表舞台から姿を消し、目に見えない守護者として、高野山の奥深くで生き続けることとなりました。歴史が証明する奇跡、衣服を改めた醍醐天皇とお衣替えの儀式。空海の入定から約80年が経過した延暦21年、西暦921年、時の天皇である醍醐天皇から空海へ弘法大師という最高の贈り名が授けられることになります。この決定を報告するため、勅使として勸玄という僧侶が高野山の御廟を訪れ、洞窟の扉を開けました。そこに広がっていたのは驚くべき光景です。入定から80年が経過しているにもかかわらず、空海の髪やひげは伸び、衣服は擦り切れていたものの、その肉体は整然と変わらぬ姿で、みじんも傷んでいませんでした。勸玄は涙を流しながら太子の髪を整え、新しい衣服へと着せ替えたと伝えられています。この奇跡的なエピソード以降、
高野山では現在に至るまで、毎年決まった日に新しい衣服を御廟へと届ける、お衣替えの儀式が欠かさず行われるようになりました。現代も続く精進具。毎日2回届けられる温かい食事。空海が今も生きているとされる最大の証拠が、奥の院で毎日欠かさず行われている精進具という儀式です。これは、大使のために用意された温かい食事を、毎朝6時と午前10時30分の2回、御廟へと運ぶ特別な行事となっています。専属の調理人である稲と呼ばれる僧侶が厳格な衛生管理のもと、完全に精進料理として仕立てたメニューです。ご飯や味噌汁、季節の野菜だけでなく、時にはパスタといった現代風のアレンジが加わることもあり、大使が飽きないように配慮されています。用意された食事は木のボックスに収められ、複数の僧侶の手によって厳かに御廟へと運ばれていきます。雨の日も風の日も、1200年間一度の絶え間もなく続けられてきたこの光景こそ、伝説が現在進行形で生きている何よりの証明です。入場信仰がもたらす精神的効果と民衆の救い。なぜこれほどまでに空海が生きているという伝説が人々の心を引きつけるのでしょうか。その背景には、現世で苦しむ人々に対する大使の深い慈悲の心が関係しています。空海はお釈迦様が亡くなり、次の未来の仏である弥勒菩薩が現れるまでの56億7000万年の間、私はこの世にとどまり、人々を救い続けると言い残しました。この言葉は、病気や貧困、戦乱に苦しむ民衆にとって、どれほど大きな救いとなったか計り知れません。神仏のような遠い存在ではなく、すぐ近くの山の中で自分たちのために祈ってくれているお大師様がいるという安心感は、数えきれないほどの人々の心を癒し、生きる活力を与えてきました。高野山を訪れる参拝客が絶えないのも、その温かいエネルギーを肌で感じることができるからに違いありません。時空を超えて響き続ける永遠の祈り。弘法大師空海の入場伝説は、現代の科学的な視点から見れば、にわかには信じがたい奇跡の物語かもしれません。しかし、高野山の奥の院に足を踏み入れ、樹齢数百年の杉木立に囲まれた静寂の中に身を置くと、その信仰の重みがリアルに伝わってきます。毎日届けられる食事、新調される衣服、そして何世代にもわたって受け継がれてきた僧侶たちの真摯な祈り。これらが合わさることで、空海という存在は、歴史上の人物ではなく、今も私たちと共に生きる精神的な柱として機能しています。1200年の時を超えて、今この瞬間も高野山の奥深くで捧げられている平和への祈りは、これからも迷える私たちの行く手を静かに照らし続けてくれるはずです。